It was always you. 一番この人が私のことを誰よりも愛してくれるんだろうなっていうのを表現してくれるところが一番好きです。皆さんこんにちは、かなこです。そしてパピです喉に緊張気味のパピお願いします。お願いします。ということで今日はハワイ挙式と国内挙式のお話をしていこうと思います。簡単に振り返りと、こういう準備したよとか、こういうことが大変だったよとか、それぞれの良さっていうのをお話ししていければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まず最初に私たちがやったのがハワイ挙式なので、ハワイ挙式の話からしていこうかなと思います。はい、じゃあアルバム見ながら、ハワイ挙式のスケジュールとしては、先にヘアメイクのところを撮って、ロケーション撮影のビーチ撮影に行って、で挙式をし、披露宴をして、ちょっと休憩してからサンセット撮影、間近は撮影に行ってきました。ヘアメイク中も楽しかったよな、和気あいあいとしてて。やっぱりね、向こうで働いてる、言っても日本人の人やけど、すごい和やかな感じでやってくれて、なんでそもそもビーチ撮影したかったかっていうとこだよね。なんかいろんな選択肢があって、なんかビーチも行けるし、タウンも行けるし、ダウンタウンも行けるし、間近は撮影も行けるし、東海岸の方もラニカイビーチらへんとかも行けるよみたいな、いろんな選択肢がある中で、うちらが選んだのはビーチとサンセット。それは共通してその2つがいいなってなったよな。と思うな。それはなぜですか？ハワイといえばやっぱし海が綺麗だから、絶対に海のロケーション撮影はしたいなっていうふうには思ってて、人がまず少ないのが朝やから、そう、それが良かったよな。ビーチも多分時間によっては混むっていう情報もあったから、もうその挙式の前の朝、何時ぐらいだっけ？6時台にもうメイクされて、そう1時45とか8時ぐらいにはもうメイクだからやるな。でも光がさ、いつもがキラキラしてるのが朝やから、朝がいいよねっていうのでビーチ撮影に行きました。どうでした？ビーチ撮影は。ほんまに人もおらんし、よかったよね。よかった。散歩してるおじいちゃん以外はほぼおらんくて、そうそう、海の中で一生散歩してるおじいちゃんがうろうろしてたから、それ通り過ぎるの待ってるぐらいだった。そうほんまに写真見ても全然人おらんみたいな、貸し切り状態。持ち物としては何持っていきましたかね？サングラスと、あとディズニーのハッピーエアワーフターって書いてるイヤーハット、かわいい感じの写真が撮れて、前乗りでも履いてたブルーのシューズでシンデレラシュートこっちでも撮ってもらって、なんか青い海とロイヤルブルーの靴がすごい合ってて綺麗かった。でもそれぐらいやな、持ってった。あんまり持っていきすぎても小物撮影になっちゃうから、このハッピーエバーアフターは入籍した日にディズニーに行った時にかぶってたから持ってきたみたいな感じやから、なんかそういう思い出グッズでいいんかなみたいな気がする。あとはなんかサングラスとかはリゾートっぽいし、持ってたら持ってたで写真残すのいい。で、挙式ですね。どうでした？ハワイ挙式。だってこれが初めてのうちらにとっての挙式やから。2人でな、やるっていうことで、そのスタッフの人も結構柔らかい人ばっかりやから、リラックスはして臨めたよな。ちゃんとやらなみたいなのはなかったはずやねんけど。あれ？そう、ちょっと
しのさん笑ってって言われるぐらい無表情。それは緊張してた。初めてのことやから。緊張ではない。あ、緊張ではない。緊張はしてない。これをしっかりやり遂げよう。あ、なるほど。私はどっちかっていうともう4年前からここの会場で結婚式がしたかったから、4年前ぐらいにそのハワイの挙式について知る機会があって、おばあちゃんがハワイに行きたいって言ってたんよ。自分の結婚式もハワイでやったらおばあちゃん連れて行けるなみたいな、おばあちゃん孝行できるなみたいな思いがあったから、ハワイ挙式したいなみたいなのがきっかけやった。それきっかけなの？それきっかけ。お仕事をきっかけかと思ってましたわ。お仕事で知ってたけど、まだそんなんさ、国内式でも何があるんかもしれないし、ハワイ挙式に何があるんかもしれんから、でもそれがきっかけで自分も関わってたから、リゾート挙式したいなっていういろんなことがあったけど、まあ、ハワイでしかも憧れの挙式会場で結婚式できたっていうことの嬉しさの方が勝ってたから、なんか噛みしめてた、すごい私は。あ、今から夢の挙式が始まるんやみたいな感じで、だからずっとニコニコしてるし。噛み締めてた感もあるよね。めっちゃ噛みしめてた。バージンロード歩く時にやっと夢叶ったんやと思ってうるうるしてた。仲いいようにはしてたけど、コロナでできないんじゃないか説があったもんな。そう、そこがな、ほんまに一番大変やったことやな。先が見えへんかったやん。当時2021年の6月ぐらいだから、1年後でもまだコロナ収束してるか分からんし、そもそもハワイ行けるかって分からんかったので、実際、予約して2022年の6月にワクチン3回打てば行きますっていう風になったし、若干その時にはもう緩和もされてたから、行きやすくなったから、タイミングは結果的には良かった。結果的にはすごいいいタイミングやったな。そもそも結婚式ができるのかどうかもわからない状況で、1年間準備期間を設けたら1年もあれば状況が変わるかもしれないっていう望み。そうそう、望み延期するかもしれんし、キャンセルするかもしれんけど、それはその一応契約上いけるから託してるよなでもそれに至るまでが結構大変で、いざその話を聞きに行ってうちらだけで挙式ができるわけではないから、私の中ではおばあちゃんを連れて行きたいっていう思いがあったから、ゲストを呼ぶつもりや。そもそものうちらの中でのコロナがない状況で考えた時のスケジュールとしては、家族挙式をハワイでして国内帰ってきて披露宴をそれぞれ出身地が違うから一番いい場所で披露宴をしようっていうふうに思ってたんやけど、それをするためにもゲストは家族来てもらわなあかんから、その人たちが来れるのか来れないのかっていうのがすごい大きい問題やって、実際にも来れないってなってしまう。その人が悪いんじゃなくて、コロナっていう状況で会社的に行けないっていうのな。大団案として沖縄やったらもちろん参加できるっていうふうに言ってもらったけど、ハワイと沖縄では全く別物やったし、あげたいって思ってる挙式会場がハワイにあったから、そこですごい葛藤が起きたわけ。家族のことを思って国内式にしてもハワイ挙式っていう夢を諦めるのか、もう一個の案としてはいずれ子供が生まれてその子供と一緒にハワイ挙式をするか、二択になっちゃってるよな。でもうちらの中ではなんか違ったよな。もちろんその沖縄挙式っていうのもすごい好きなのは分かってるけど、もともとあげたかったのがハワイ挙式っていう強い思いがあったのと、子供を連れて結婚式をするってなった時に見てもらえる人っていうのが限られてきてしまうわけよ。自分の子供を、自分の思い描いてる結婚式がそもそもできない。引き伸ばしてもハワイ行けるか分からんし、親もそうやけどおじいちゃんおばあちゃん世代がの年もあるから、引き伸ばしたところで分からんであれば、やっぱり夢のハワイっていうのを優先しようって。泣きそうめっちゃ葛藤したもん。ハワイで家族で祝ってほしかった気持ちは大きかったから、それをなくしてまでハワイで挙式するべきなのか、国内で次行こうか。
熱くなってしまった、私の涙とともにめっちゃ悩んでたやん、どうしようみたいな、もう諦めようとしてたやん、ハワイ挙式するの、その時言ってくれたことは覚えてる？あんまり覚えてない簡単に諦めちゃあかんでみたいな感じで言ってくれて、ハワイで挙式するのが夢やってんから、それを家族への思いは大事やけど、それを理由に気を使って諦めるのは絶対間違ってる、一番いい方法を探そうって言ってくれてんかっこいいね。かっこいいわ。それですごいなんか救われたっていうか、諦めんでいいんや、いい方法を探せばいいんやって、で2人で話し合って結局2人式に帰ろう、それやったらその新婚旅行と兼ねてハワイで挙式できるよねっていう風に結論に至って、でまあ親にも OK もらって、で他のお姉ちゃんとかおばあちゃんに私は連絡して、まあ、結局2人で行けましたよっていうことがあったから、特別な結婚式にはなった。感慨深かったね。諦めようかってパピが言ってもおかしくない状況やったから、でも結婚式って言ったら花嫁さんの方が思いが強いやんか、だからその思いは何をけなさんと大事に思ってくれてるんやっていうのはすごい嬉しかった。別に国内でも海外でもいいっていうパターンだったら、そのハワイの選択肢はなかったけど、すぐ削ってたけど、そうじゃないから、じゃあいかん選択肢ってないじゃんって思いましたけど行ってよかった。すごいよかったなね。なんかあっちに行った時にタクシーの運転手さんに、ハワイで挙式するんですねみたいな、ハワイは2人式がいいですよみたいな感じで言われたやんかあ、そうなんやみたいな。まあな、呼ぶのもいいんやろうけど、2人はやっぱ圧倒的にこう開放感あるよね。2人のメリットはね、そう、そこが大きい。ホテルの中のラナイで行われる会場やったから気持ちよかったね。風も吹いてて、で6月やから全然暑くないしな。暑くない暑くない、カラッとしてて、ちょっと眩しいなぐらい。ロケーションとしてはアレクラニのラナイでオーシャンビューやし、ダイヤモンドヘッドも見える。見える。てかもう鏡がないから、もう自分の見たものがもう全てみたいな。すごい綺麗かった。天候も良かったし、すごい楽しかった。みんなが盛り上げてくれてたし、スタッフさんたちがめっちゃ拍手してくれるし、話しかけてくれるし。2人だけのために10人ぐらいそう結構いて、ありがとうございます。し、そのホテル内でウェディングドレスでさ移動してたらさ、泊まってる人の質もすごいいいからなんかすごい祝ってくれる、なんかギャーギャー言うんじゃなくて「おめでとう綺麗よ」みたいな感じで言ってくれるから、なんかすごい心があったかくなる挙式であって、牧師さんもウクレレ奏者の方も多分現地の人やし、もう慣れてらっしゃってよかったよね。みんなにこやかって、うちらってコロナやったから順番がいろいろおかしくなっちゃったやんか、大体結婚式してから入籍するパターンが多いんかな、今はそうでもないかもしれないけど、だからなんか夫婦にはなってるんやけど、けじめというかイベントがなかったから、あんまり実感がなかったんやけど、その挙式を終えた時にやっと夫婦になれたっていう認識は、もう俺はその順番でよかったなと思ってて、結婚してからその準備を一緒にして徐々にこう絆高めてって結婚式っていう形の方がなんか良くて、今言ったように先に結婚式するからさ、入籍する前に喧嘩するんじゃないかみたいなのもやっぱあるやんか。それが最初の共同作業だからさ、っていうよりかはちょっと時間があったから緩やかに絆を高められたっていうのはその順番でよかったなって思うけどね。一緒に住んでるから相談はすごいしやすかった。お互いがどう思ってるんかというか、どういうことがしたいんかとか、そのドレス選びとかも全部ついてきてくれてたから。確かに一緒に住んでなかったらな、難しいよね。そもそも確認もなんかまだ後でやっとくわみたいなんで1週間後とか、いつ
そうで一緒に住んでてもやりましたかやったらまだですよっていつやるんですかっていうさお尻を叩けるやん。その場でやってもらえるみたいな感じでさできるけど離れてたら多分遠慮もあるしさ、一緒に住んでるから遠慮なんてないやん。なんかもう言いやすいっていうのはある。あるね。おすすめですよ。ですね。ハレクラニのホテル内を撮影したよね。綺麗かったな、ハレクラニホテル。ほんまになんかいろんなところで撮影してね、ロビーとか、庭園みたいなところとか、宿泊の人がさ、みんなお上品やから、みんな避けてくれる撮影中。おめでとうだけ言ってくれて。だからそのどの写真見てもあんまり人が写ってないっていう。で、マジカワ撮影、私が絶対にやりたかったマジカワ撮影。これには何を持っていきましたか？これはもうガラッと挙式のイメージを変えたかったから、サッシュベルトっていうのかな、ドレスに巻くピンクのベルトをつけていって、ピンクに合わせて花飾りをつけて、でも披露宴も終わったことやし、歩きやすいスニーカー、お揃いのスニーカーに変えてって感じだったね。このスニーカーも良かったよね。よかった、未だに使ってるもんな。白ベースの紐がレインボー。そうハワイにぴったりって感じの。でビーチに移動してシルエット撮影をした。3組ぐらい撮ってた。ちょっとね、綺麗にサンセットも出てくれたから、よかった。すごい豪華な一日やったね。なんか終わってからもう幸せすぎてさ、いい意味で戻りたくないって言ってたぐらい、すごいよかった。いろんなオプションもあったもんな。いっぱいあった。でも結構俺らがやったのがおすすめで、朝ビーチやって挙式やって、ちょっと休憩してからサンセットやから、なんていうね、サンセットの時も若干もうリラックスしてる状態で終わるから、そのスケジュールが多分一番良かったんじゃないかな。2時間ちょいぐらい休憩できたよね。お写真メインやったらもう一個入れてはいいと思うけど、ハワイ挙式っていうのを堪能したいとか、で思うんやったら2個ぐらいが多分ロケーションもあるんやったら一番いいかなっていうふうに思う。3つは結構体力勝負になってくるから、そうやな。そのハワイっていう感じを残したいんやったら、その時によるけど大体どこかしら海の写真を残せるから、タウン撮影でも楽しいかなとは思う。タウンになると人がいっぱいいるから、人がめっちゃ写っちゃうかみたいな感じにはなるけど、タウン撮影してもよかったかなと。サンセットはマストだね。サンセットはマスト。もう綺麗もん、ハワイの夕日は。挙式の会場も室内とラナイとガーデン3つあって、あんまりラナイでやってる人おらんかったおらんかった。全然おらんくて、なんかその調べても例が出てこんから、いや良さそうなのは分かってるけど、どうなんやみたいな。多分みんな暑いって思ってる。そう確かに写真見た感じめっちゃ暑そうやけど、でも実際行ったら全然暑くなく開放感あってよかったね。時期だけ一応ちゃんと選んだ方がいいけど、ハワイでもやっぱし暑い時は暑いから、その時期とかに行っちゃうとちょっと日傘とかドリンクとかが必要かなと思うけど、うちらの6月はそんな暑くないから、多分そんなに長い時間も会場にいるわけではないから、全然外でも風があって気持ちいいよって感じ。むしろ一番ハワイを感じられるのがラナイな気がする。そうだね。2階のベランダというかがラナイだから景色もいいし、開放感もあるし、ヤシの木見れるし。そういう場所ってそういう結婚式でしか入れない場所やから、特別感はやっぱり簡単に行ける場所じゃないから、すぐ隣がその披露宴会場やから、全然移動ない楽っていう感じ。ゲストの人も行動はしやすい会場だよね。めちゃくちゃしやすい。会場広かったしね。広かった。し、ハレクラニがその有名なワイキキエリアのところよりも一本奥やから静かやねん。なんかギャーギャーうるさくもないし、ちゃんと結婚式の神聖な感じの結婚式はできるから、リゾート感も味わえるし、
やっぱしハレクラニって高級な場所やから、そういうホテル式っていうのも楽しみだし、両方の良さをミックスできたり、じゃあ国内式に移りますか。はい、ということで本日の動画はこちらまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよって思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではこれから結婚式あげる方、頑張って素敵な結婚式になること心から祈っています。それでは次の動画でお会いしましょう。See you soon! バイバーイ。